中国からご質問いただいたわけですね。中国の小説は読んだことがないですね。けど三国志とかそういう作品をすごく好きで、そういうなんか歴史本みたいなのもちょっと時間があったら読んでみますああ、なるほど。今のところは黒髪かなと思ってます。僕もいろいろな髪型して一周回って今は黒髪の気分かなっていうふうに思ったので、黒髪でちょっと髪を伸ばし目で、ずっと単発だったのでちょっと髪を伸ばしてます。LINE のスタンプはそんなに使わないですし、課金っていうかスタンプを購入したりっていうのはほぼないです。なんですか、スタンプは全く使わないんですけど、絵文字はめちゃくちゃ多いです。一つの文章につき多い時はもう3個ぐらい絵文字を重ねたりします。了解2個キラキラびっくりみたいなそれぐらいやっぱ絵文字の良さって感情が伝わるというか、それこそ僕結構本も好きでその小説とか読むんですけど、小説は逆になんですかね、びっくりマークとかあっても点々点っていうそれだけで感情を表現するんですけど、でも絵文字があれば了解ってだけで了解に何ですかね、しょぼんってしてたらしょんぼりしてんだな、了解キラキラだったらすごいハッピーなんだなっていうのがすごい伝わりやすいので、普段はちょっと手抜いてるわけじゃないんですけど、感情を伝えるためにも絵文字をよく使ってます。質問ではないですよね恥ずかしいですね。なんでそんなに笑顔よなんでなんですかね、そんなわかんないですけど、なんだろう心が綺麗だからです自分で言うなって感じです一番どの衣装が好きですか？なるほど。僕は個人的にはランページの初のアリーナツアーのスローヤフィストというツアーでアンコールで出てきた時にこの白のベロアの、24カラッツとランページのコラボしたジャージで出てきたんですけど、やっぱり白のベロアの24カラッツのジャージってちょっとエグザイル大好き少年だった自分からしたらすごい憧れがあって、エグザイルさんは緑のベロアのジャージでエボリューションツアーに出られてて、そういうジャージで踊るっていうのは結構エグザイル感がすごく強かったので、それでアリーナツアー出た時にテンション上がるなと思ったので、その衣装が好きです。あんまり苦しいとか辛いって思ってないからだと思います例えばステージに出て汗を流している時も緊張している時も、やっぱり気持ちの持ちよう一つで捉え方が変わるように、やっぱり何事も楽しむっていうことを意識してるからこそあんまり普段から辛いなとかそういうふうに思うことがないので、スーパーポジティブだからキラキラスマイルでずっと入れるんだと思いますなんだろう、いやめちゃくちゃあるんですよね。銀河鉄道999とチューチュートレインというミュージックビデオに出させてもらった時に今も家に飾ってたりするんですけど、
ヒロさんとツーショットを撮らせていただいて、なかなかもう15年前とかの話になるんですけども、本当に鮮明に覚えてますね。あと淳さんからサングラスを小学生の時かいただいたりもして、それももうずっと家に飾ってて、なんか本当に何ですかね、その時からずっと一心不乱にじゃないですけど、やっぱ LDH に憧れ LDH にが原動力だったので、なんかすごく幼少期に素敵な方々に僕は出会えたんだなというふうに思いました。まあ楽しむことです。ダンスに正解はないと思ってるので、例えば音に少し乗せて体を揺らしてるだけでこれも立派なダンスですし、なんかよく自分は下手くそだから自信が持てませんみたいなことをよく聞くんですけど、僕からしたらダンスに上手い下手ってあんまないんじゃないかなというふうに思っていて、伝わる伝わらないはあるかもしれないんですよ。でも例えばちっちゃい子供が汗流しながら全力でもう体ガチャガチャになっても踊ってる姿って、変に中途半端にかっこつけて踊るよりもその子供の方が人の心に伝わるものだと思うので、なんかダンスに上手い下手は特にないと思うので、楽しみながら全力でやることがそういう人に感動するダンスにつながるんじゃないかなというふうに思ってます。今までしてきた中では、僕はちょうどダーティーディスコをリリースした後にリリースするタイミングで舞台「アタックナンバーワン」という舞台に樹と挑戦させてもらって、その時に丸坊主にしたんですけども、意外とその丸坊主が僕の中では結構好きでまあもう本当見た目からして気合入ってるしなんか何ですかね、変に汚れがないというか、もう邪念がない感じで、本当に何ですかね、自分にストイックに向かってるっていう感じで、なんかすごく坊主が僕の中では好きです。僕が読書にハマったっていうのもザ・ランページが結構一筋縄でいかなかったグループだったので、デビュー前に何ですかね、結構その時に自分を見つめ直すだったりとか、もっともっと人として成長するためにという意味で最初本を読み始めたんですけども、そういう意味では本で人生変わったなということはありまして、やっぱり自分が生きてる中だと自分の視線だけでしか生活できてなかったんですけども、本を読むことによってより多方面に広い視野で物事を見れるようになったなというふうに思っています。